バフも捨てて戦っているんですが、はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、初心者の9割が勘違いしているギガノトサウルスとカルカロドントサウルスについて徹底解説していきます。アークサバイバルエボルブドの時代から最強を誇るこの2体なんですが、初心者もそうなんですが、熟練者の方でも多く勘違いされている方がいらっしゃるようですので、今回はその2体について徹底解説していこうかと思います。特に初心者の方についてはですね、この2体、テイム後、野生とは違い、大幅に能力減される生物にもなっておりますので、その辺も含めて基本からですね、徹底解説していきますので、ぜひご確認いただければと思います。後半は熟練者でも勘違いしていたり、また忘れてたりしてですね、大事故を起こしているところ何回か見かけてますので、その辺も含めてですね、徹底解説していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず、ギガとカルカの基本的なお話からしていこうかと思います。ギガノトサウルス、カルカロドントサウルス、アーク界を代表する2強となっているんですが、それぞれ能力は異なります。特性も異なります。また、アークでは、テイム後、能力が減少するという特殊な生物でもあります。特に初心者の方だと、その辺よくわかっていない方が多くいらっしゃるかと思いますので、まずは基本的なお話からご紹介していきます。まずはギガノトサウルスについて。こちらは公式ウィキになるんですが、ギガノトサウルス、アークではかなり初期に追加実装された生物となりまして、言わずもがなアーク界最強の生物でもあります。基本能力はこちら。通常、アークの場合、テイムするとですね、テイムボーナスとして能力追加する部分があるんですが、ギガノトサウルス、この後ご紹介するカルカロドントサウルス、あとグリフィンなどは、テイム後、テイムボーナスでマイナスされるということになります。ギガノトサウルスの場合はご覧いただいた通り、体力と近接ダメージが大幅に減少します。このことにより、実際の野生時の強さよりも、テイムした後の方が格段に弱くなります。そして、ギガノトサウルスの場合は、もう一つ、野生時に持っている噛み砕くというデバフ攻撃、割合ダメージが入る攻撃があるんですが、これもテイム時はなくなります。なので、テイム後かなり弱くなるということになります。ただし、この噛み砕くがあることによって、野生のギガノトサウルスに関しては、下手するとボスより厄介です。野生のギガノトサウルス倒すのは、かなり強化したギガノトサウルスであったり、変異を重ねた生物でない限り、たとえレベル20や低レベルの生物でも倒すことはできません。これは後半でご紹介いたしますので、そちらをご確認いただければと思います。そしてギガノトサウルス、テイム後大幅に減少されるんですが、本当の強さを発揮する方法もあります。これは次のパートでご紹介しますので、そちらもお楽しみにご覧いただければと思います。基本的なお話として、ギガノトサウルス、ボス戦には行けません。唯一、ワールドマップに出てくるボスに関しては、ボスゾーンにワープしないで参加できるバトルとなりますので、ギガノトサウルスも参加することが可能です。わかりやすく言うと、エクスティンクションのタイタン戦などがそれに当たります。ギガノトサウルス、注意しないといけないのが、怒りというモードがありまして、短時間で体力が大幅に減少すると数秒間レイジモードに入ります。このモードではギガノトサウルスの近接攻撃力が2倍になります。
ただし、味方プレイヤー、セーブした恐竜、含むあらゆる生物に攻撃をし始めます。要するに、暴走モードということですね。これ、初期の時はですね、軽く落下ダメージ受けただけで暴走しているとかもあったんですが、今いろいろ調整されまして、現状であれば、おおむねドラゴン戦とかですね、ドードーレックス戦などであれば、かなり短時間で体力削られる可能性があるんですけども、それ以外ではあまりないかと思います。キングタイタンアルファ戦とかであればもしかするとあるかもしれないんですが、短時間で一気に体力が減らないと暴走しなくなっておりますので、そのあたりはご安心いただければと思います。もう一つ能力として走行の無効化があります。ギガロトサウルスの攻撃はロックエレメンタルとかのですね、大幅なダメージ減少を無視します。なので、ロックエレメンタルであったり、ホリデーイベントで出てくるターキーであったり、スーパーアーマーのようなものを持っている生物たちでも軽々と撃破することが可能です。これはテイム5でも持っている能力になりますので、かなり有効的な能力となります。テイム方法はノックダウンとなりまして、先ほど見ていただいた大量の気絶値を持っているので、眠らせるのは結構大変だったりするんですが、トラップなどをご活用いただいて、大量に麻酔矢などを打っていただいて、昏睡させていただければ、テイムすることが可能です。ただし、昏睡値の減少がかなり早い生物になりますので、眠らせるにはかなり大量の麻酔矢が必要となります。また、ソロでする場合はですね、麻酔弾ではかなり昏睡させるのが大変になります。その辺はですね、昔 ASE 時代にテイムのところでですね、解説しておりますので、詳しく知りたい方はそちらをご確認いただければと思います。今簡単に言うと、麻酔矢は徐々に昏睡値が上がっている間は昏睡値減らないんですが、麻酔弾に関してはですね、瞬間的に昏睡値が上がります。上がる昏睡値は麻酔弾の方が高いんですが、ギガの場合すぐ昏睡値落ちますので、麻酔弾だとすぐ回復されてしまいます。リロードの時間などもあるので、麻酔矢だと1本当たってリロードしている間も昏睡値が徐々に上がっている状態なので、ギガでも昏睡値をあまり下げずに2発目を撃つことが可能です。なので、ソロでする場合は、クロスボウで麻酔矢で撃った方が効率的にテイムすることが可能です。ただし、ロストコロニーお持ちの方であれば、セミオートクロスボウありますので、そちらでもテイムは可能です。また、電撃麻酔弾は増える量が多いので、利用価値は高いです。ただし、ソロでやる場合は、やはり麻酔矢でする方が安定的にテイムすることが可能です。コストも低いですしね。あとは超級キブルでテイムすることができるんですが、餌与えるまでもですね、時間がすぐなくなってしまいますので、ギガのテイム望む場合はですね、必ず昏睡用の麻酔薬も忘れずに持っていきましょう。麻酔薬取ってる間に起きてしまいますんでね、ご注意いただければと思います。また、ギリギリまで減らして麻酔薬を投入すれば少し余裕ができますので、ずっと見てなくても必要数だけ投入できれば、あとはしばらく放置ができます。その後、必要分ですね、空腹値、相手から餌を投入すれば簡単にテイムすることは可能です。眠らせるのが一番大変です。以上が簡単なギガノトサウルスの基本能力となります。では続いてこちら。カルカロドントサウルスについて。カルカロドントサウルスはアークサバイバルエボルブド最終期に実装された生物となりまして、ギガと並ぶ最強生物の一体です。基本性能はこちら。ギガと同じくテイムボーナスが大幅に減少されるものになるんですが、ギガよりはちょっと少ないですね。あんま変わんないですけど。カルカは特殊テイムになりまして、詳しくは以前ご紹介している動画がありますので、そちらをご確認いただければと思います。ASE 時代のものですが、ASA でも変わりなく利用できます。能力面なんですが、ギガと違ってカルカは能力面、オミットされるものはありません。世
くつかの特殊能力を持っています。まずは、ゲーム名、どういうバフ名か忘れてしまったんですが、公式ウィキでは細切りとなっているもので、カルカが噛みつくために受動的に適用される効果となっております。これはですね、噛みつかれた対象者があらゆるソースから受ける回復を減少させます。これは回復アイテムもそうですし、恐竜の回復効果、ダイオドンとかですね、雪袋とか、あとは自己回復も含めてですね、回復能力に対して回復効果を減少させる能力があります。殺戮狂乱、キリングフレンジとしてですね、敵を絶命させると、キリングフレンジのバフを得ることができます。これは移動速度が上昇し、カルカ自身スタンにならないという能力になってます。これは10秒間発生しまして、次倒すとリセットされて、そこから10秒間となります。倒すたんびにリセットされて10秒にはなるんですが、10秒ずつ延長されるものではないので、ご注意いただければと思います。続いて、血の激怒、ブラッドレイジ。これは撃破することで、先ほどのキリングフレンジと同時に獲得できるバフです。これはスタックが溜まっていき、スタックごとにカルカの回復率と近接ダメージ力が 1.75% 増加します。ブラッドレイジはタイマーに制限されずに徐々に強くなり、持続時間も長くなります。最大100までスタックして、最終的にダメージと回復率が 175% 増加します。ブラッドレイジ、最初はゆっくりと減少しますが、しばらくキルせずに長時間経過するとスタックが0になります。新しくキルすることによって効果がリフレッシュされるまで減少速度が速くなります。倒した敵の基本体力が高いほどキルごとに獲得できるスタックが多くなっております。また、方向をするとブラッドレイジのスタックが全て消費されて、近くの全ての味方にインサイテッドのバフが付与されます。これは方向した自身には適用されないんですが、周りにいるカルカには付与することが可能です。インサイテッドは適用時に移動速度を一時的に上昇させ、適用するために変換されたブラッドレイジのスタックごとに持続時間が長くなります。ブラッドレイジのスタックが100で歩行した場合は最大55秒間持続します。また、カルカはダイオードンと同じように通常のテイム生物とは異なる方法で食物を処理します。カルカに必要な食物、生肉だけで、カルカに関してはですね、生肉を他のどんな食物よりもはるかに効率よく摂取できるようになっておりまして、体力を回復維持するために食物のステータスが消費されます。カルカはブラッドレイジのスタック数が高いと驚異的な回復速度を発揮するため、回復効果が非常に高く、数秒で食料のステータスが消費されます。通常であれば飢餓ダメージを受けるんですが、カルカの場合、平均的な生肉の1スタックでも胃を完全に満たすことができるため、この問題を完全に解消することが可能です。またカルカ、自分で早く食べるので、自己回復に必要なエネルギーを自分で供給することができます。なので、カルカの回復を早めるために、強制的に生肉食わしたりとか、そういうことは不要となります。ただし、これのおかげでですね、カルカ、生肉集めにはあまり向きません。ギガと同じく生肉集めにブラッドレイジを貯めればですね、瞬間的に撃破していくことは可能なんですが、生肉の消費量も激しいので、普通の肉集めよりは効率いいかもしれないですが、カルカ自身が生肉消費してしまうので、あまり肉集めに向かないところになってきます。この辺も気づいていない人いるかもしれないので、ご注意いただければと思います。また、余談なんですが、カルカやギガと同じく、グリフィンもテイムボーナスが減少される生物になっています。ただし、減少値、元の基本値がですね、そんなに高くないので、大きな差はギガカルカほどには受けないと思うんですが、この後ご紹介する本当の強さというところで、同じように効果が発揮する生物でもあります。
ちなみに、アークサバイバルエボルブドではですね、こちらの減少値だったんですが、アークサバイバルアセンリットになったことによって、体力の減少値が半分になりました。なんで、ASA の方が ASE よりはグリフィン強くなっております。体力だけですけどね。以上がギガ&カルカの基本的なお話でした。ではですね、続いて本当の強さについて。先ほどご紹介した通り、ギガもカルカもテイム後、その能力が大幅に減少されます。ただしですね、こちらテイム後のギガとなります。ステータスはこんな感じ。そしてこちらがブリーディングをした後の刷り込み 100% の状態のギガのステータスです。ポイントはこんな感じ。実はですね、ポイントは一緒なんです。ただし、ステータス値はこんなにも違います。カルカなんですが、こちらもテイム時はこんな感じ。ブリーディング後はこういうステータスになっています。こちらもポイントはブリーディング前、ブリーディング後、同じポイント数になっています。これはですね、ブリーディングのお話になるんですが、ブリーディングしていくと、インプリント、刷り込みボーナスが入っていきます。この刷り込みボーナス、先ほど見ていただいた通り、こちらギガノトサウルスの基本ステータスとなります。ギガの場合、そのままテイムボーナスマイナスされて減少はされているんですが、刷り込みボーナスは基本値に対して追加されていくので、ギガにしてもカルカにしてもですね、元の基本値が高いため、増加ボーナスが他の生物よりも格段に高くなります。もちろん大幅なゲーム減少を受けているので、元の野生児ほどには強くなるわけではないんですが、大幅に能力が上がります。なので、ギガにしてもカルカにしてもですね、このようにステータスを見るだけでも明らかにステータス値が変わってきます。もちろん実際の攻撃力も変わってきます。なので、ギガとカルカに関しては、テイムそのままではそんなに強くないんですが、それでも強いんですけどね。本領を発揮するのは、ブリーディングを行ってからになります。なので、例えば1匹レベル高い子をテイムしたとして、次高レベル、ギガ、カルカ、湧くのが少ないので、探すの大変になるんですが、見つければですね、高レベル、もちろん探すのもいいんですが、特に公式だと取り合いにもなりますので、低レベルでもいいので、相方のギガやカルカを捕まえて、とりあえずブリーディングするというのも一つの手段です。高レベルでテイムした方のステータスを全部引き継いだギガを作れば十二分に強い生物に仕上がりますし、低いステータスの方を仮に引き継いだとしても、そのままテイム後の生物よりも強くなる可能性が高いです。特にレベル高い方の体力と近接攻撃力さえ引き継いでいれば十分に強い生物となりますので、ギガ、カルカ、テイムした場合はですね、ただただ強い生物、オス、メス、揃えるだけではなく、とりあえずブリーディングするというのも一つの手段ではあります。ただし、ブリーディング、通常であれば約1週間ぐらいかかる生物ではありますので、その辺はご注意いただければと思います。とりあえず相方見つけて、産まして、体力、命令、そしてスタミナもある程度必要になりますので、スタミナ、こちらを引き継ぐというところが重要になってきますので、そこだけ引き継がして、まずブリーディングしてみるっていうのも一つの手段ではあります。また、カルカ割と足早いんですが、ギガの場合ですね、スタミナが少ないです。なので、肉集めとかでも使っている場合ですね、すぐスタミナなくなってしまいます。ギガを使う場合、絶対に走らないということを覚えておいていただければ、快適に活用いただけるかと思います。走らなければ大体肉集めしてても、そうそう体力削れることはありません。そして、一歩の幅で移動距離高いので、もちろん走った方が早いんですが、スタミナ消費してスタミナ回復の待つんであれば、歩いてた方が早いです。最終的にですね。カルカはある程度スタミナあるので、多少はいいんですが、カルカも同じく基本的には走らない方がいいです。
カルカの場合は、先ほどのバフ効果があって、移動速度、倒せば一時期上がりますので、そういった面では、カルカの方が使いやすいところではあります。あと、もう一つ、ギガとカルカなんですが、こちらですね、実はコマンドで出してポイントを揃えています。ステータスがこういう感じ。同じポイント数でのステータスとなります。ここで注意いただきたいのが、近接ダメージの部分なんですが、同じ286% なんですが、先ほど見ていただいた通り、近接ダメージ、この基本値に先ほどのパーセンテージがかけられたものがダメージとなります。カルカの場合はこちらになります。すなわち、ダメージが半分以下です。ただし、カルカの場合は先ほどご紹介した通り、ブラッドレイジがあります。そのスタックを積み重ねればですね、スタックが多くなれば火力は倍増されて高くなります。ブラッドレイジを100貯めていれば、だいたいギガと同じぐらいの火力を出せるようになるかと思います。ただし、ブラッドレイジを貯めていない状態の場合は、ギガよりも火力は大幅に落ちるということになります。あくまで特殊能力込みでですね、ギガにため張る強さというところになりますので、そこはご注意いただければと思います。これ何が言いたいかっていうと、例えば OSD のような Web 製の戦いなどであれば、カルカはブラッドレイジを貯めて強くなることができます。また、回復能力も高くなるので、長期戦には向いている生物ということになります。ただし、ブラッドレイジを貯め続けられる連戦でない場合、例えばタイタン戦のボス戦であったり、普段の肉集めなどに関してはですね、ブラッドレイジを持続しながら肉集めをしていくっていうのは難しいです。なので、ブロントとか体力高い生物に対して最初は結構大変です。ある程度溜まれば割と枯れたりしますけど。そして先ほどご案内した通り、肉の消費量が激しいので、肉集めしながら肉を大幅に消費するという面もありますので、あまり肉集め向かなかったりもします。向かないというよりはギガの方が向いているっていうお話なんですけどね。なので、そこの強さの違いっていうのはご注意いただければと思います。割とギガとカルカ同じ強さだと考えている人が多いようなので、あくまで特殊能力、連戦してブラッドレイジが貯めれる状態で同等だということを覚えておいていただければと思います。で、次のパートでご紹介する最も重要な部分に関わってくるところにもなりますので、ご注意いただければと思います。以上がギガとカルカの本当の強さでした。続いて、野生児の強さについて。ここがみんなですね、勘違いしてたり、忘れてたり、舐めてたりするところになるんですが、先ほどご紹介した通り、カルカやギガ、ゲーム後大幅にステータスが減少されます。そして、その体力、見ていただいた通り、基本値がそもそも体力が高いです。8万であったり、7万であったり。そこにレベル分野生プラスされて強くなるわけなんですが、レベルほとんど関係ないぐらい基本値高いので、レベルが低いからといってすぐ倒せるものではありません。そして野生児ではギガとカルカ同等ではありません。圧倒的にギガの方が強いです。カルカの野生生物、ブリーディングしたギガやカルカなら割とガチンコ対決しても倒せたりするんですが、ギガはたとえ相手がレベル20でこちらが厳選した生物、ブリーディングしていたとしても倒すことはまずできません。唯一倒せる可能性があるとすれば、ブラッドレイジを 100% 稼いだ強いカルカなら、もしかすると倒せるかもしれません。ただしギガを倒すまでにブラッドレイジを 100% 貯めている必要がありますので、なかなか野生のギガを狩るっていう状態でブラッドレイジを100まで貯めるのは結構難しい面があるかと思います。なら野生のギガどうやって倒せばいいのっていうところはですね、後ほどご紹介させていただこうかと思います。まずはその強さを見ていただこうかと思います。
ではまず、レベル150の野生のカルカです。これはちょっと自分もどうなるか分かってないですが、ブリーディングギガで戦ってみようかと思います。クリエイティブ入っていると意味がないので取りますね。レベルアップはしてません。そのままの150テイムのギガです。なぜか敵対しないですが。ちなみにサドルは原始のサドルになってます。結構簡単に倒せましたね。思ったより強かったですね。体力はだいたい7000ぐらい削られただけかな。です。続いて、レベル20の野生のギガです。まずは、ブリーディングしたカルカ。これでやってみようと思います。ちょっとブラッドエイジ貯めてみますね。この辺で、ちょっと100までは貯めれないと思うんですけど、大変ですね。130倒すのも結構大変です。これぐらいだったら多分野生戦う前に手に入れれたりしますね。この状態でギガとガチンコしてみようと思います。相手はレベル20ですね。こっちは150のブリーディングしたカルカです。一応ある程度ですね、バフもつけて戦っているんですが、やられます。体力だいたいまだ25000残ってますね。同じくレベル20のギガノトサウルスを出して、同じくブリーディングしたギガでやってみようかと思います。別の20の個体ですね。ちょっとうまく戦えば倒せる可能性あるんですけど、ギリギリ倒せるかな。さすがに20だと倒せましたね。ただし体力がもう7000ですね。ちょっとギリギリ倒せましたね。引きながら戦うと少し抑えれたりします。ノックバックあるわけではないんで、さすがにレベル20だとギリギリステータス高かったんで倒せましたね。ただしボロボロです。150カルカの時は7000ぐらいしか食らってなかったんですが、ギガのレベル20倒すのに28000ぐらいダメージ食らっていることになります。やばいですね。ということでですね、野生のギガ、マジでやばいっていう話でした。もちろん150出したら多分全然叶わないということになります。レベル20の野生のギガとレベル150の野生のカルカ、それぞれと戦ってみましたが、体力もメレーも40ポイント過ぎのギガやカルカのブリーディングした個体でもですね、こんだけの差が発生しました。ギリギリギガのブリーディングでは勝ってたんですが、なかなか野生のギガ怖いですね。ステータスによっては、レベル20のギガでもですね、多分150テイムのギガ、ブリーディングして倒せるか倒せないかギリギリというものになりますので、ご注意いただければと思います。体力はさほどレベルが上がったからといって、数値といけばですね、そんなに大きな差はないところになりますんで、ただ、メレー値も結構変わってきますんでね、食らうダメージも大きくなりますし、何よりもギガの野生は割合ダメージがかかりますので、どんだけ強いギガやカルカ体力が多くなっていても、さして変わりはありません。なので、野生のギガ、ガチンコで戦う場合は、圧倒的に近接ダメージ力が高くないと難しいものになってます。なので、野生のギガ処分する場合に関しては、まずトラップにはめる、もしくは地形にはめる。その上で、ワイバーンブレスなど遠距離攻撃で倒すというのが最適解ではあります。ただし、ファイヤーブレスの場合は、ギガの攻撃範囲が広いので、ダメージを食らう可能性があります。ライトニングブレスは距離はあるんですが、トラップにはめている場合は問題ないんですが、飛びながら攻撃を与えるのはかなり難しいです。ダメージを食らわずにですね。なので、一番最適解はポイズンブレスが最適です。バジでもいいんですが、寄ってきた際にバジだと逃げれないので、ポイズンワイバーンのポイズンブレスが一番最適解とはなります。しかも直接当てなくてもポイズンのエリアダメージ的な部分がありますんでね。特に初心者の方とかですね、慣れてない方に関してはポイズンブレスで攻撃を与えるのが一番倒しやすいかと思います。
ASA の場合、ASE と違ってなかなか海に沈めるのが難しいので、処分だけでもですね、結構倒さないといけなかったりしますので、心臓集め以外の低レベルを処分するという部分でも、やはり倒す必要が出てきます。実際、ライブ配信の方でギガの処分やっておりますので、気になる方はご確認いただければと思います。以上が野生児の強さでした。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ギガカルカについて徹底解説していきました。ギガとカルカ、同じものだと考えている方、多くいるようで、勘違いされている方も多くいらっしゃいますので、その辺をメインにご紹介させていただきました。特に野生のギガに関してはですね、圧倒的に強いので、舐めてかかるとやられます。もちろん、ボス戦とかで撃破しないとですね、ギガの心臓集めれないんですが、カルカ買った方がはるかに楽です。野生のギガ厳選していて倒さないといけないよっていう場合はですね、ポイズンワイバーンが最適です。もちろんトラップにはめてファイヤーワイバーンとかですね、その他ライトニングワイバーンとか攻撃していただいても倒せるんですけども、トラップ以外ではですね、噛みつかれる可能性非常に高いので、一番遠距離から攻撃できる安定的にポイズンがおすすめです。また、肉集めに関しても、カルカ完全に不向きというわけではないんですが、その分消費もするので、ギガで肉集めした方が楽です。テイムはカルカの方が慣れている人は楽だったりすると思うんですけど、ただし OSD ではカルカは圧倒的に有利です。ブラッドレイジも貯めやすいですし、回復能力も高いので、肉も大量に手に入りますし、圧倒的に OSD はカルカの方が有利です。ただし通常時は圧倒的にギガの方が有能です。ブラッドレイジが貯めれる状態なのかそうでないのかで判断いただければと思うので、タイタン戦とかボス戦などで使う場合はギガカルカ考えると圧倒的にギガの方が有利です。なかなかブラッドレイジ貯めるの大変なんでね。何か特殊マップ、ストサバとかですね、イベントサーバーでワールドマップにブルードマザー沸かすとか、メガテクス沸かすとかする場合は雑魚キャラも出てくるので、ブラッドレイジ貯めれるかとは思うんですが、通常ボスワールドにはギガもカルカもいけないので、公式とかでワールドマップに出てくる生物倒す場合はですね、そんなに雑魚キャラ周りにいませんので、ブラッドレイジ貯めるの厳しい場合が多いと思いますので、そういう場合はですね、ギガでやっていただいた方が圧倒的に楽です。そして野生のギガ、圧倒的に変異を重ねた強い生物がいるか、変異出しをして強くしたギガがいるか、ブラッドレイジ100まで貯めれる状態のカルカがいるかでない限りは近寄らない方がいいかと思います。ちなみに汚染されたギガに関しては噛み砕くのデバフがないので、ある程度強い生物であれば狩ることができます。また ASA の場合テックギガが出ていると思うんですが、原種とテックの違いも勘違いしている人が結構いるようなので、その辺はまた別途ご紹介していこうかと思っておりますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。